ざいます。今日はもうなおさん出かけたんですけども、私は今日夕方からお仕事なので、見てこの絶妙なバランスはまってないんだけど、ちょっと崩れるとこういう感じ。このマグカップが大きいんだよね。ちょっと蒸らしてます。でもこれが大きくて水分を使ってなんかね、ちょこちょこ何回も入れるのもいいんだけど、やっぱ大きいマグカップで最初にたくさん入れてつい飲んじゃいますね。私は今日夕方からお仕事なので、それまでちょっと自分時間にしたいと思います。でね、お昼はね一人だから、今日大根チヂミみたいなのを作ろうと思って、冷凍のネギと小松菜あったのでこれ入れようと思います。あとね、発見したこれは小豆、お汁粉みたいなの作った時にちょっと冷凍して保存しといたんですよね。白玉団子を作って、それは帰ってからなおさんと一緒に食べようと思います。ちょっと最近忙しかったので、昨日もね結構丸一日みっちりなお仕事だったので、午前中に娘ちゃんにいただいた美顔器でちょっとあれ効くんだけどマッサージにもなるよね。頭の方までやったら痛い、すごく痛いんだけど奥の方まで効くから、なんかね老廃物が流れる感じするの、すごく。でその後すっきりするからね、ちょっとマッサージを兼ねてやろうと思います。自分ご自愛でです本当に自分の時間を取るってやっぱ意識しないと無理だと思うんだよね。私は基本朝シャン派です。朝髪を洗ってヘアセットするっていうのは多いかな。まあ、夜入る時もあるけど朝の方が多いかな。朝はこういろいろ支度してる間にだいぶ髪乾くじゃないですか。最後ちょっと乾かせばいいんだけど、髪洗った時にドライヤーやらないんですよ、私。自然乾燥派です。その方が髪がしっとりする気がする。で洗いっぱなしであんまり髪も溶かさないんですよね、私。すごく髪の毛が強い人はいいんですけど、太くて溶かさずに自然乾燥で寝た方が朝しっとりしてんの、髪が。今だいぶ伸びてきたんだけど、この辺がちょっとねこう影で見るとチリチリしてるかなってわかるんですけど、なんか私もそんなに髪が太い方じゃないから、溶かしてツヤ出すみたいな動画見て1回やったら結局切れちゃって、みんな髪が余計チリチリになっちゃってだから髪質によるなと思って、なんか全部をそうやっていいよっていうものを鵜呑みにしちゃダメだなって学びました。もちろんいいこともあるんだけど、私はいいって言われるものを一回経験して体感して、あ違うぞって感じたらやめて、いいなと思うものは残してっていうタイプです。でも髪の毛に関してはもう触りすぎない、まあ、肌もそうですけど触りすぎないっていうのがやっぱ一番ですよね。だからこうローラーでグリグリやって余計たるんじゃうみたいな。だからローラーもやってる時期あったんだけどやめました。たるむ、あれはやり方を間違えるとね。でも自分って分かんないし、なんか向きになってグリグリやっちゃうじゃん、ついつい。で最近顔変わったって言われるんですけど、娘からもらった美顔器もあるけど、一番変わったのはマッサージです。朝で触んない方がいいと思ってあんま触んないでいたんだけど、やっぱりこうなんていうのかな、たるみっていうかボコつきみたいなのあって、で黒柳徹子さんがご自身の YouTube で昔なんとかいく子さんっていう人の美顔マッサージが良かったんだけど、その人が亡くなってしまって、でもその後もその人のクリームを使って自分でそのマッサージをしてるっておっしゃってて、すごい肌綺麗なんですよ、90代なのに。でそれ真似してやってみたの。で私はそのなんとかいく子さんっていう人のクリームがもう手に入らないわけじゃない。だけど
マッサージをやってみようと思って、クライアントさんでねアーユルヴェーダーやってる人がいて、太白ごま油がいいですよって言われてね、マッサージに。でほんとスーパーに売ってるやつなんですよ、太白ごま油って。でそれをテンパリングって言って、なんか 100度まで1回熱するんですって。でそれがどういう効果かはちょっと分かんないけど、なんかいらないものが取れるのかな。で直接肌につけるし、体に取り入れるってことは、食べることは今してないんですけど、そのマッサージをするために太白ごま油を使ってるんですね。でそれでね、クレンジングにもなっちゃうのよ。これです、太白ごま油。いや本当にスーパーに売ってるやつよ。香ばしくない方のごま油ね。でこれを一回鍋で100度まで、料理用の温度計でちゃんと測って、こうかき回しながら100度になるまで熱して。でもね、油だから割とすぐ、100度はすぐです。だからほんと目離せない。こうぐるぐるしながら100度まで熱して、そしたら火から下ろして冷まして、冷めたらまたこのボトルに戻して使ってます。で今これ持ってきたけど、お風呂とかでは100均のボトルに入れて小分けにして使ってます。だから出張行く時もそれ持ってってます、小分けにして。で結構多めに取って、この太白ごま油を取って、結構べったりですよ。それを塗って、首も塗って、この鎖骨まで塗って、こういうとこグリグリやって、でこっからねグワーって、これ今お化粧しちゃったからできないけど、グワーって持ってって、こっからバーって首に流すみたいな。何回か、こうですね、こから流すみたいな。で目の周りと、あとここの目頭のところギューッと押さえて、押さえすぎずにね、痛気持ちぐらい押さえて、ちょっと目の周りくるくるやって、それとまたこうやって耳から流すみたいな。でここの首筋をこうやって流して、鎖骨もこう流してっていうのを毎日クレンジングついでにやってるんですよね。で私新たになんか手間暇かけるって結構めんどくさがりっていうか、三日坊主なんで、日々のルーティンに入れていくっていうのをやると、私的には続くというかルーティンになる。でもその太白ごま油のマッサージ兼クレンジングを取り入れてから、この辺が変わったんですよね。そう、たるみはあるよ、もちろん50代だから。でも変わったの、ちょっと顔が。お風呂に入った時にそのマッサージやるといいかもしれない。いいっていうのは面倒くさくない？いろいろベタベタになるじゃない、この辺までやるし。 T シャツとか着てんとできないからね。だからお風呂で裸になった時にやってます。最初に今の顔のマッサージをして、それからね、髪洗ったり体洗ったりしてる間に、で最後に泡洗顔で普通にあとは洗顔して終わりです。そうするとすごいツヤも出るし、なんかたるみっていうか、なんか肌のボコつきみたいのがなくなったんだよね。リンパの流れが本当に良くなって、老廃物が、この辺にあった老廃物は流れた感じがします。かといって結構仕事も不規則だから、不規則だし、なんかね、いい時間っていうのがあんまり空いてなくて、自分がねスケジュール的に。だからエステに行ったりとかさ、そういうのめんどくさくて、予約したりも。だから結構自分でできることはねやっちゃうタイプです。待ちきれないっていうのもあるんだよね。なんか行きたいな、やりたいなと思ったら、今やりたい人だから私予約して来週ですとかね、ダメなんですよ基本。でもね、今いいやり方いっぱいテレビっていうか YouTube でもあるから、できそうなことは自分でやっちゃう。でそれで自分に手間暇かけるっていうのが最近楽しくて、もうご自愛習慣ですよ。絶賛ご自愛キャンペーンなので、今日もね、そうこの後はその今食べたいなって直感的に思ってる大根餅、大根チヂミみたいなの作って食べて、ランチに
で午後1でちょっとネイルやり直して、夕方から今日はお仕事です。なんか夕方から仕事っていうと夜の商売みたいなね、違いますけど、ちょっとスナックのママとかもね楽しそうよね。喋るのが好きな人はいいと思う。でもね、私ね、一見強そうって思われるんですけど、一滴もお酒飲めないんですよ。子供の時から大人が美味しそうに飲んでるの見てね、いつか美味しくなる時が来るんだろうなと思ったけど、来なかった、そういう日は。何度かねチャレンジしたけど、美味しいとも思えないというか、美味しくないビールとかも全て美味しいと思ったことはない。でも割と誰とでもどんな状況でも喋れるタイプなんで、お酒の席で一人でシラフでいても楽しめる人なんで、全然困ったことはないですけど、あんまお酒の席も結局行かないね。なんか私はいいけど、向こうが嫌みたいになんかシラフの人がいると酔えないっていうの。だから誘われなくなる、だんだん。それでいいんだけどね。あ、そう言い忘れちゃった。さっきのマッサージの時、こう耳もそのオイルついた手でグリグリマッサージします。そうするとなんか顔周りがすっきりするよね。で、頭の頭皮のマッサージもなんですけど、さっきのね娘がくれた美顔器もすっごい頭効くんだけど、奥の方までたまに頭皮マッサージもします。でも手でやると疲れちゃうから、こういうやつグリグリ痛気持ちいいところをポイントでたまになんか YouTube 見ながらやったりしてます。でもそれやるだけで多分顔周りがね全然違うと思うんだよね。みんなね日常生活で忙しいと思うんですけど、ご自愛キャンペーンの時間を作ると全然違いますよ。こういうのやるときさ、ついおでこにシワ寄っちゃうじゃん。なるべく寄らないようにします。これも癖だからね。自分を客観的に見るってすごい大事だと思う。無意識の癖が普段の自分を作ってるからね。それで言うと私メガネがやっぱりそれなりに老眼あるんですけど、老眼鏡にしてたの普通の。そしたら遠くを見るときにメガネがあるからこうやるじゃん。ここのシワがやっぱすごい気になってきちゃって、それでメガネを遠近両用とか中近両用みたいなの変えたの。メガネをしたままでも遠くも見えて近くも見えるみたいな。そしたらねすごく快適になりましたし、ちょっとこの辺も前よりはシワが多少はね気にならなくなってきました。全て自分の体験でしかないんですけど、でも自分を常に見てるし、自分を常に客観視して自分の声を聞いてるからこそ、何が自分に起こってんのかっていうのは見るようにしてます。それによって原因が絶対あるから、それを嫌なら排除するし変えるしっていう感じですね。それも私のご自愛キャンペーンの一つです。でも嫌なものを放っておかないっていうのも一つだと思う。ああこれが嫌なんだよなーって原因が分かっているのに変えないでいると嫌なんだよなって何回も思うじゃん。でその何回も思う思考と時間がもったいないよね。なんか嫌だなと思ったら割とその場で対処する感じです。嫌なものはやめるし変えるし、どうしたらいいのかって自分自身に問いかける。じゃあこうしましょうって、これなんか自分の中で自分会議してるみたいな感じかな。割といつも顔ができてきた。だんだんもう一回マスカラやろうか。これおでこ気をつけないと。シワが寄ってるよ、シワ寄ってるよって自分に言ってあげないとね。ほら、でもこうやんなくてもマスカラは塗れます。大ちゃん塗れますよ。はい、オッケー。今日は大根のチヂミ、大根餅チヂミみたいのを作ります。なんかこうやって皮ごとやって手すらないように危ないから、こういうの使います。これでこうすると最後皮だけ残って便利です。こういうので吸ってる。
でここに冷凍しておいたネギ、そして小松菜。なんかニラ入れたらねきっと美味しいんだろうけども、冷蔵庫のある野菜で作ろうと思ってるので今日はこれで。そしてにがり、下味で塩コショウで、多分だしの素入れんと美味しい。本当は米粉でやりたかったんですけど、米粉を切らしてるので片栗粉でいきます。どのぐらいだろうね。これぐらいでかき回してみようか、一回。で下味で塩コショウをしたんですけど、食べる時にまたね味ぽんとかそういうのつけるから、とりあえずこれでいい気がします。本当は油で焼くんだよね。ごま油とかだときっと美味しいんだろうけども、私家ではノンオイルなのでこれでいきます。いただきます。大根チヂミ、大根餅みたいな感じです。今日は米粉がなかったので片栗粉だけで作りました。だからちょっともんじゃ焼きに近いぐらいもちもちしてるかも。でそれを私は今日味ぽんないからリンゴ酢とお醤油を割ったもので酢醤油でいただきます。適当です。ちょっとお酢が多め。私はお酢美味しいよね。そしてタンパク質でストックで作っておいたゆで卵を一緒にいただきます。めっちゃもちもちだ。お餅みたいなやつ。こうもちもちした食感って美味しいですよね。私大好きなんです。生姜があった方が美味しいと思うんだけど、生姜ないので生姜パウダーをここに入れてみます。これなんか100均の小瓶に入れてるんですけど、高知県の生姜を乾燥させてパウダーにしたものを Amazon で買いました。これすごいめっちゃ便利です。こうやってちょっと生姜風味にしたい時とか、ちょっとパラパラっとパウダーなのですぐ入れられるし、手軽で美味しいです。美味しい。生姜が効いてて美味しい。もうちょっと入れてもいいかも。私わさびとちょっと和がらしが苦手で、辛いのが苦手とかじゃなくて、鼻にくるのとか匂いがちょっと苦手で、唐辛子とか好きなんですけど、でもね喋る仕事なのでちょっと喉をいたわるために唐辛子はあんまり食べないようにしてます。まあ、韓国料理屋さん行ってね、たまに食べたりはしますけど、日常的には食べないようにしてます。美味しい。なんでこの生姜とかシナモンパウダーとかは置いてあって、なんかいろんなものに入れてます。たまにご飯を炊くときに雑穀米に最後にがりとこの生姜パウダーもちょっと入れんと意外にご飯も美味しくて、生姜風味で美味しい。卵もこれで食べてる。一応これ4毒抜きだよね。いや普段食べてんけどさ、結局でも油は使わない。でも小麦粉のお菓子が本当に美味しいからたまに食べちゃうんだけど、まあお料理になるべく使わないようにしてます。生姜が美味しい。生姜はさ、夏は夏バテ防止というか、暑い時もさ、この生姜って美味しいよね。で冬は冬で温まるというか、だから割と年中生姜は常備して使ってます。生姜パウダーね。生の生姜はなんかやっぱすったりめんどくさくなっちゃって、そのうちダメにしちゃうから、これをすごい使ってる。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。引き続きチャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いいたします。また次回は多分
ネイルしながらおしゃべりするような動画になると思うんですけども、また次回も楽しみにお待ちください。もしなんか人生相談とかあったらコメント欄にいただければ、なんかそれについてお話ししながらネイルしたりとかお料理したりとかしていきたいと思います。はい、では本日の動画はここまでとなります。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。